ちなみにこれ、この間の動画で作ったバケットシートなんですけど、一応このフィギュアもスケール感の合うやつがあればですね、こう乗せることができます。紐とフックだけここから今回ですね、出してみようかなって思ってます。あ、ちょっとこれ大きすぎましたね。台地から浮いちゃった。デカールの上を転がしながら走行する感じです。こう今これやっちゃいましたね。こっち、あとあれか、Google スライド。Google スライドもあれ、こんにちは、レイウッドです。今回の動画ですね、ラジコンの動画になります。今回はオリジナルデカールを作ってみようということで、もうこれ、もう完成してる状態なんですけど、これの作り方をですね、簡単にご紹介させていただきつつ、あとはですね、今制作中の車がありまして、これにちょうどデカールをですね、作って貼ろうかなっていうところだったんで、それに合わせてオリジナルデカールのことをですね、紹介させていただこうと思ったんですけど、で、この制作中の車両についても、簡単にご紹介させていただきつつ、メインとしてはこのデカールですね、もうできてはいるんですが、作り方を簡単にご紹介させていただきつつ、実際にそれでできたものをですね、今回貼っていこうかなという動画になります。で、今回これどうやって作ったかっていうと、まず必要なものとしてはですね、いつも僕が使ってるのは、ハイキューパーツさんの、クリアデカールの、インクジェット用の台紙ですね、それが必要になるんですけれども、ちょっと正式な名前は画面に出しておきます。これですね。で、あと、もちろん、この画像を作らなきゃいけないんで、最初パソコンで作るんですね。パソコンでこの画像を作って、で、それをインクジェットプリンターで、この台紙にですね、専用の台紙に印刷しますと。で、印刷した後にですね、コーティングをしないといけないんですよ。で、そのコーティングっていうのは、いわゆるトップコートって言われるような、プラモデルとか作った時に最後に透明な塗料をこうバーッと吹くんですね。それをここに吹きつけて、防水ですね。当然これデカールなんで、後でやりますけど、ちょきちょき切って、水に浸して、で、それを車体に貼り付けるという作業になりますので、その時にですね、このコーティングしてないと、水につけた途端にですね、インクジェットなんで、溶けちゃうんですよ。で、それを防ぐために、クリアを拭いて、防水するというような感じになるんですけど、これもうできちゃってるんですが、一応作業の様子ですね。エアブラシで吹き付けするところだけ取ってあるので、それをちょっと流しながら説明させていただくんですけど、もうこんな感じで、印刷しました。で、これ A4 用紙なんですけど、カットしてこの横長になってますね。で、それをマスキングテープかなんかで段ボールに貼り付けて、で、あとは、できればエアブラシが、うちがエアブラシ売ってるからおすすめするわけじゃないんですけど、これ実際商品のパッケージにも書いてありますね。エアブラシがおすすめです。理由としては、これ今、薄く、特に最初のうちはですね、塗ってるんですけれども、薄く塗って、最初にドバッとかけると、滲んじゃうんですよ。で、それを避けるために薄く塗り重ねると。で、これ、一応、缶スプレーのクリアでもできるのはできるんですけど、かなり慎重にやらないと、当然ご存知の方多いと思うんですけど、エアブラシに比べて缶スプレーはドバッと一気に出てしまうので、一気にですね、その塗料がこのインクジェットで印刷したその印刷面に乗ってしまうと、インクジェットのインクですね、インクが溶けちゃうんですよ。で、それを避けるために、もし缶スプレーでやられる方は、特に最初は本当に薄くかなり遠くからですね、塗るようにして、で、エアブラシの場合はそこまで気は使わなくてもいいんですけど、同じくなるべく、薄く塗り重ねるようにして、かつしっかりコーティングするという作業になります。はい、というわけで、こういう風になると。なのでこれさっきから変な段ボールに貼ってあったんですけど、これはもう、これを貼り付けてこう吹き付けるように、吹き付けをしやすくするためにこの段ボールに貼ってあったっていうだけだったんですね。じゃあこれちょっと剥がしていきますね。これちょっと画面でわかるかわかんないですけど、ちょうどこのマスキングテープ貼ってあったところ、ここを境にこっちがこうクリアが吹き付けられていて、ここだけ
クリアが吹き付けられてないのがわかるんじゃないかなと思うんですけど。はい、こんな感じで。で、もともとこれ A4 サイズですよ。A4 サイズなんですけど、今回印刷したのここだけだったんで、そこを切り取ってあるっていう状態ですね。今回、これを貼り付けたいなと思ってるのが、これなんですけど、これわざわざ塗った後に、このマスキングを剥がすのも動画でやろうかなと思って、マスキングまだ剥がしてなかったんですけど、なんかこの、色の塗り分けした時って、マスキングでこう、塗り分けしますよね。このマスキングテープ剥がす時って、一番気持ちよくないですか？僕だけですかね。なので、今回マスキングを剥がすところを、見たい人がいるかわかんないですけど、わざわざ動画内で剥がしてるっていうだけなんですけど、今回、このマスキングしてあるのは最後に黒を塗るために、黒の部分を残してマスキングしてあるっていう状態ですね。なので、この辺とか、こう剥がすと、こんな感じで、黒いところだけ残ってると。もちろん、この白と青もですね、マスキングをして塗り分けをしてあります。最初に、全部、白ですね。白の、サーフェーサーで白く塗って、で、ここの白のところだけ、おおよそで、これですね。この、インシグニアホワイトっていう、タミヤさんの LP の35ですね。これを使って、この白い部分を塗って、で、その後、この白い部分を残すようにマスキングしつつ、青を塗ったと。今回この青、いい色見つけたと思ったんですけど、初めて使ったんですが、ちょっと調色はしたんですけど、メインはこれです。クレオスさんの、GX の5ですね。スージーブルーっていうやつ。これに、もうほんのちょっとだけ黄色を混ぜました。同じく GX カラーですね。GX の4っていうキアライエローっていうやつがあるんですけど、これをほんのちょっと混ぜました。もう、これが9で黄色が1よりもっと少ないぐらいですね。多分 9.5 対 0.5 ぐらいの割合で混ぜたんですけど、それでこんなような色になってます。これもまあちょっと画面では分かりづらいかもしれないんですけど、結構思った通りの色というか、こんな感じにしたいなっていう色になったので、自分で調色して色作ってうまくいった時って嬉しいですよね。まあ青に黄色をほんの少し混ぜてるんで、若干、本当に若干ですけど、緑寄りのこう青みたいな感じになってると思うんですけど、はい、こんな感じで。あと、ここについてるのは、これ余ったランナーで、ロックスライダー風のパーツをつけてみました。これはもう余ったランナーですね。ちょうどなんかちょうどいい形だったんで、いいなと思ってつけたんですけど。じゃあ今制作中の、シャーシの方がこちらになるんですけど、ちょっとこれにもう仮組みしちゃいますね。ちなみにこれ、この間の動画で作ったバケットシートなんですけど、実はこの車体用に作ってましたと。で、今回ちょっとデカールを貼るための仮組みではあるんですけど、これもちょっと仮につけてみましょうか。もう、こうやって実際に取り付けるときは、両面テープでつけちゃいますね。で、こっち側なんですけど、ここの壁だけ取っ払ってあるって感じです。本当はここと同じ高さで、こう壁になってると思うんですけど、取り付けるのに邪魔なんで、ここはカットしてあると。あと、これ、ミッションが今回ですね、本来は C34 用なんですけど、スペシャルトルクシングルギアボックスっていうやつをですね、無理やり C24 に取り付けてあります。ちょっともうすぐ車内で競技大会があるんで、もう言ってみれば車内コンペですね。車内コンペがあるんで、そのためのコンペティションマシンなんですけど、これは。なので、ちょっと、みんなに内緒に、社内のみんなには内緒にしたんですけど、この動画で多分バレちゃうんですけど、シングルギアボックスを C24 につけてます。まあもちろん C34 にはもともとポン付けでつくんで、C34 で作ればいいじゃんって話なんですけど、まあ、あえて、ちょっと C24 ですね、につけてみたと。
で、このギアボックス取り付けるのに、ここをギアボックスの形に合わせてカットしてあるのと、ここら辺もちょっとカットしてあります。このデッキですね。このデッキに思いっきり干渉しちゃうんで、もうそこはガバッと切ってあります。こういう工作や調整が必要にはなるんですけど、一応ですね、C2414 にもこういう加工が伴うんですけど、このシングルギアボックスつけれますよっていう。これはちょっと参考までにですね。はい、じゃあこんな感じで、ちょっとまだ仮なんで、あんまり微調整はしてないですけど、こんな感じで、一応このフィギュアもスケール感の合うやつがあればですね、こう載せることができます。こんな感じで。ちょっと今回仮組なんで、これは置いときますけど、ちょっと椅子の角度がちょっと奥と手前で傾きが違いますけど、まあいいか。これは仮組なんで、はい。じゃあこのままいっちゃいますね。はい。というわけで、ボディが無事につきました。今回この車両ですね、もうかなり自由にいじっていて、最近で言うと、これをカスタムパーツのテスト用に作りますとか言って、動画これも上げつつ作ったんですけど、これなんかは、やっぱりパーツのテスト用なんで、逆にあんまり自由にいじれないんですよね。発売予定のパーツなんかがあったら、それをこれに試しに取り付けて、で、もちろん走行テストとかもですね、重ねて、で、これなら大丈夫そうだなっていうので、販売するみたいな流れになりますので、そのテスト用なんで、こう自由にいじれなかったりするんですけど、今回これは、何の縛りもなくもう自由にいじったっていう感じで、例えば、このフロントのバンパーですね。これは、プラ板でもうフルスクラッチって感じで、作って、で、この辺はですね、アルミ板から切り出して、穴開けたり、ここの、こう、綺麗に削ったりしながら、実車っぽく、実車を見よう見まねって感じで、形をそれっぽくしてですね。でここは実際穴開けてあって、もう閉じちゃったな。さっき映ってたと思うんですけど、この中にウィンチをつけてあります。で、その中に入れたウィンチから、こう持ってきて、ここにフックですね。紐とフックだけここから今回ですね、出してみようかなって思ってます。で、ここの金属パーツはもともとカスタムパーツで C1424 系の専用パーツとして出てるやつなんですけど、このバンパー作った後に当ててみたらちょうど形が合ってたんで、いいなと思って、後から思いついてつけたって感じですね。あと、後ろも結構いじってあって、これパッと見でわかると思うんですけど、この荷台ですね、カットしてあります。本当は、あと1センチぐらい長いんですけど、そこをこうカットして、コンペティションマシンらしくというか、見た目的にも、機能的にもですね、ここ荷台が長くあると、こう、競技目線みたいなところでいくと、こう、例えば段差から降りました。ここにこう石がありますと。で、そこからこう降りた時にですね、石が、こう、段差があったとして、こう降りた時に、こう、思いっきり当たっちゃうんですよ。で、それがなるべく当たらないように、大体タイヤと同じぐらいのところまでで、こうカットしてあるっていう感じですね。で、それに合わせて、荷台もですね、こんな感じで、プラ板で、ちょっとそれっぽく、これ1枚のプラ板なんですけど、ここに P カッターっていうプラスチックに筋を掘れるカッターがあるんですけど、それで線を入れて、あとはここの、ちょっとこう、ネジというか、リベットというか、それ風のこの点々があると思うんですけど、これはもう単純に定規当てて、1センチメモリだったかな。1センチメモリごとに、キリで、こう、グリグリって、ただ、傷っていうか穴っていうか、ギューって、ポツッとした穴を、こう、ギューッと押さえただけなんですけど、それで、こう、打ってあるっていう感じですね。で、あと、それっぽく見えるように、ショックはそのまま別に大げさにいじってあるわけではないんですけど、この荷台に穴を開けて、ここから出しちゃってあるっていう。で、その代わり、ここに跡がわかると思うんですけど、ここですね。ここに本当はハウジングが、タイヤが収まるハウジングがあったんですけど、そこはカットして、もうプラ板で埋めちゃったと。で、ここ綺麗にスムージングっていうか、綺麗にしちゃってもよかったんですけど、なんか、いじった跡が残ってた方がかっこいいかなと思って、これ、
あえて汚めに残してあります。で、これ、デカール貼った後に引き続きある程度の汚し塗装をする予定なんですけど、その時にちょっとここ錆びてるような感じにしてみようかなとか、そんな風に思ってます。はい、じゃあ今回本題のデカールですね。デカールを貼っていこうと思います。もう、作ってしまえば、あとは普通のデカールと一緒っすね。こう、適当な容器に水を入れて、で、デカール切ると。で、色が乗ってるところは、なるべく切らない方がいいと思います。そこから多分水が入って、こう滲んでしまう可能性があるんじゃないかなと思うので、まあこんな感じである程度余白を持った状態で切り取ると。であとはこう水にある程度しばらくですね、こう水につけておいて、で、しばらく待つとこうベロッと剥がれてくるんで、それを待ちます。ちなみにこの車体も同じやり方でオリジナルデカールを作って、こことかですね。これもそうですし、この辺も全部自作デカールで作って貼ってあるっていう感じですね。で今回貼り付けるやつ、比較的こう自作したデカールとしては大きいんですよ。これ、サイズ的に。これ結構大きめなんで、ちょっと慣れてないと貼り付けるの難しいんですけど、まあ、ここに貼り付けるよっていうところ、汚れ当然落として、であとはですね、こう、ちょっと水浸しにしつつ、こうマークセッターとか持ってる人は、こういうやつですね。これを併用すると、まあ、劇的に何か違うかっていうと正直、そんなに変わらないと思うんで、いや、変わるか。まあ、変わるんだと思うんですけど、それから貼り付けると。あ、ちょっとこれ大きすぎましたね。台紙から浮いちゃった。こんなことになるんだ。動画撮りながらだとちょっとあれですね。こういうことが起こるんですね、やっぱり。ちょっとこれ、すくいますかすくい取って、大丈夫かなこれ破れやすいんで、気をつけなきゃいけないんですけど。で、本当は、こうやって台紙から、こうやって、こんな感じで、ここに貼るよっていうところに合わせてから、ある程度ですね、こうやって台紙だけ抜くんですよ。めちゃめちゃピンボケになってますね。すいません。僕の親指にピント合っちゃってる。はい。ちょっと多分今分かりましたよね。台紙だけ引き抜いたと。で、位置合わせて、この辺かなっていうところに位置合わせて、で、水があるうちは動かせるんで、で、やべえ、動かなくなっちゃったっていう時は、この水を指に取って、ビチャビチャビチャってやるとまた動くようになるので、それで、ここかなっていうところにこう、位置を合わせると。この辺ですかね。で、あくまで僕のやり方ですけど、こう、水を取ります。こんな感じで。もちろん動かさないように気をつけながらですけど、なので、こんな感じで当てて、こうやってやると多分、安全だと思います。こう、拭くようにすると、ベロッとずれちゃうんで、こうティッシュを優しく上からこうかぶせつつ、こんな感じで、大まかに水を取ると。で、あとは、この中にですね、水の結構残ってるんで、それを多分画面だとわかんないんですけど、こんな感じで綿棒でこう外に押し出す感じですね。これ絶対画面で見えないと思うんですけど、肉眼だとわかるんですよ。こうやってやると中から水がまだ滲み出てくるんですよ。で、これもあんまり強くこするとずるってずれちゃうことがあるんで、ちょっと回しながらとかやるといいかもしれないです。こんな感じで、こう回しながら、綿棒でデカールの上を転がしながら走行する感じです。こう
そうすると水が結構出てくるんで。で、だんだんこう水を抜いているうちに動かなくなってくるんで、まあ油断すると危ないんですけど、動くことあるんですけど、こう水をだんだん抜いていくと、それに伴って、だんだんこのデカールも、最初はこう、ツルツル動いてたデカールがですね、こう水分がなくなるほどに、どんどん動かなくなってくんで、それで、こう、徐々に、こすっても大丈夫な感じになってくるんで、これで水を抜いてあげると。これで頑張って、しっかりこう押し付けて、しっかり貼り付けて、水をしっかり抜いてっていうのをやるほど、この境目ですね。ちょっと、映るかな。こう、透明な部分あるじゃないですか。例えばここだったら、文字はここまでしかないですけど、ここまでしかないんですけど、デカールはここまでありますよね。で、それが、デカールの切れ目っていうか、縁の部分ですね。縁の部分がよーく見ると分かっちゃうじゃないですか。でそれをですね、こう、しっかり押さえて、水をちゃんと抜いてっていうのをして、で、かつ、まあ、できれば3日ぐらい乾燥させた方がいいですね。っていう作業をすると、目立たなくなって、さらに、その後に、トップコートですね。クリア塗装でこうコーティングするとかっていう作業をもしする場合も、この継ぎ目が消しやすく、目立たなくしやすくなります。なので、これはちょっと丁寧にやった方がいいですね。これ多分画面で見えないんですけど、まだ出てます、水が。こうやってやると。ただこれをグーってやると破れちゃったりずれちゃったりするんで、ちょっとそこは注意しながらやらないといけないですね。はい、こんな感じで貼り付けることができました。そういえばこれ、この黄色い文字のやつ3つあるじゃないですか。こう、今貼ったやつと、これとこれ。で、なんで3つあるかっていうと、今回2つしか必要ないんですけど、こう自作デカールって結構貼るときに失敗したりするんで、僕はいつも予備ですね。予備として多めに印刷して多めに作ってます。そういえばさっき言ってなかったんですけど、この自作デカールもですね、最初にインクジェットプリンターで印刷するじゃないですか。で、少なくとも丸1日は乾燥させた方がいいんですよ。そうしないと、クリアでこの上からコーティングするときに、滲んで失敗しちゃうことがあるので、しっかり乾燥させた方がいいですね。はい、じゃあ反対側も同じような感じで貼り付けていきます。さっきちょっと時間を置きすぎちゃったんですけど、本当は思いっきり剥がれて浮いてたじゃないですか、台紙から。本当はこうしばらく置いて、ちょっと軽く指で触った時にこうずれるぐらい。この上でぬるぬるこうずれるぐらい。これぐらいまで水に浸して、で、こっち側もマークセッターなり水なりで、シャビシャビにした状態で、これをこう近くに持ってくると。また手にピンといっちゃっててすいません。こんな感じ。これで、この上からこうずらして、で、台紙だけ引き抜く感じですね。あ、これ今ちょっと動かなくなっちゃったんですけど、こういう場合は、こう水をびしゃびしゃにこうつけてあげると、また動くようにならないですね。動かないですね。くっついちゃいましたね。ちょっと待ってくださいね。あ、動くようになった、動くようになった。はい。これで、位置を正確に合わせて、この時にこれぐらい大きいとシワが寄ることもあるんで、まあその辺もちょっと気を使いながら、これぐらいですかね。はい。で、またティッシュですね。ティッシュで、こんな感じで、水を大まかに取ると。そしたらもうさっきの反対側と一緒なんで飛ばしちゃいますけど、さっきと同じ作業ですね。水を取ると。水を抜きながらしっかり押さえつけて貼り付けていくと。で、この
デカールなんですけど、今回使ってるのが、透明な台紙のタイプなんですね。ハイキューパーツさんのこのインクジェットプリンター用の台紙っていうのが2つあるんですけど、1つは今回使ってるこの透明な台紙のタイプで、もう1つは白い台紙のやつがあるんですよ。で、それはもちろん使い分けっていう感じで、使っていただければ、全然いいのかなと思うんですけど、このクリアタイプですね。この透明な台紙の方は、ちょっと作るの大変なんですけど、作ってしまえば、本当に、プラモデルとかに付属しているデカールともう同じような感じで使えるんですけど、白い台紙の方は、正直ですね、ちょっと、厚みがちょっと厚いと思います。で、こうプラモデルに付属しているようなデカールと比べちゃうと、ちょっと、使い勝手が正直そんなに良くないかなっていうのがありまして、基本的におすすめはこの透明なタイプの方ですね。がおすすめはおすすめです。で、ただこっちの透明な台紙の方も、当然弱点がありまして、今回、この白いところに貼りましたよね、これ。この塗り分けしてある、この、今回だと白と青があって、白の方に貼る分には全然こんな感じで発色もよくしますし、非常にいいんですけど、例えばこれをもし青の上に貼っていたら、この黄色がですね、全然発色しないです。もう下の青と混ざって多分緑になっちゃうって感じですね。もうこれが、言ってしまえば半透明なんで。なので、あらかじめこう作る車体のデザインっていうか、配色ですね。に合わせて、基本的には白か、使えたとしても、グレー、あとは黄色とか、色の弱い色ですね。の上にしか使えないと思った方がいいと思います。なので、こっちもそうですよね。これも、この緑色のところに貼ってあるデカールは、黒で作ってあるじゃないですか。この黒はもうどの色よりも強いんで、どんな色に貼ったとしても基本的に発色しますね、こうやって。なんですけど、で、ここもそうですね。黒で。なんですけど、これとかは、こうわざわざボンネットを白くしたからこそ貼ることができてるっていう感じなんですね。なので、今回もですね、この白いところに貼るやつは自作デカールで貼っていくんですけど、それと併用して、これですね、このドレスアップシール。これもですね、白いところじゃなくて、こういう青いところ、こういうところに貼っても、これは当然全然発色しますので、今回これも併用して、仕上げていきたいと思います。じゃあ、これは、今回ここに貼ってみます。こんな感じでずらしといてから位置を合わせると。今これちょっと失敗してますね。このままいっちゃいますけど、これピンセットでこう、ちょっとずらしてたじゃないですか。その時にですね、この塗装、色が乗ってる部分をピンセットでこう、動かしちゃうと、こう削れちゃってますね。今回汚し塗装する車体なんで、ちょっとこう削れちゃってても、これはこれで味が出るからいいかぐらいで、全然気にしなくていいと思うんですけど、これ綺麗にやりたいときは結構致命傷になると思うので、その辺も気をつけてやっていただくといいのかなと。あまり心配なときは、かなりビシャビシャに濡らして、こう綿棒で押さえてこうずらすっていう作業の仕方にした方が安全かもしれないですね。今回これも結構大きいんで、ちょっと難しいやつですね。結構慣れないと難しかったりするんで、もしですね、やってみようかなって言ってやってみる方は、最初、本番じゃなくて、ちょっと練習用も印刷しといて、最初ちょっと練習してからやった方がいいと思います。はい、ここも無事
貼れましたね。はい。というわけで、ここまでで、こちら側と、あと反対側も同じようにですね、貼り付けて、デカールの部分だけ貼り終えたと。で、あとはですね、もうちょっと、さっき言ったように、このドレスアップシールですね。これを使って仕上げていきたいと思います。今度はさっきまでのデカールと違って、貼り付けた後にずらすことができないんで、ちょっとそれは注意しながらやらないといけないんですけど、例えばこういうのを、こういうところにつけますよね。で、このシールのいいところは、さっきも言ってたんですけど、この青の上に貼ったとしても、この白がちゃんと発色してますよね。これが、いいところですよね。ただ、このシールも強力すぎて、いいところでもあるんですけど、一回貼り付けたらもう二度と剥がせなくなるっていう言ってもいいぐらい強いんで、そこは注意しながら慎重にですね、貼っていただいた方がいいかなと思います。ここもそうですね。青いところに貼っても、黒はもともと自作デカールでも発色しますけど、この白いラインとかは全然発色しないんで、むしろ画像ソフトとかで白で作ったところは、インクジェットで印刷すると、むしろ白じゃなくて透明になっちゃうんで、発色どころじゃないですよね。今、これやっちゃいましたね。こっちを貼るのに夢中になってて、こっちちょっと下にしながら貼ってたら、このありさまになってたんで、こういうことがあるから、予備を作っとくといいですね。ここは貼り直しですね。はい、なんとか予備があったんで、元通りにすることができました。はい、というわけで、こんな感じでですね、自作デカール、ちょっと、画像ソフトが必要になるっていうのと、そもそもお家にインクジェットプリンターがあるかっていうところもあるので、ちょっとできるできないというところ、もちろんあるとは思うんですけども、今画像編集ソフトは結構フリーでもいいやつがあるので、最悪、Excel とか Word とかそっち系のソフトでも、PDF で書き出し最後ですね、して、で、印刷してしまうっていうやり方にすれば、あとあれか、Google スライドもあれ、PDF で、最後書き出しができて、で、文字もある程度フォントとかもあるし、こういう縁取り文字とかも作れるはずなので、そういうのを駆使して、なんとか印刷するっていうところまでできる環境があればですね、こんな感じで結構、また制作の楽しみの幅が広がるんじゃないかなと思いますので、良ければですね、ぜひ挑戦してみていただければ、いいんじゃないかなと思います。では、この車両はですね、引き続き、また車内コンペ車内コンペに向けて、これまだ仮組なんで、引き続きですね、しっかり作って、完成させていきたいなと思います。はい。では、今回の動画ですね、以上になります。参考にしていただけたら嬉しいなと思います。では、ご視聴いただいてありがとうございました。